中国の昔話。巨人グミヤーと太陽と月。はるか昔、天もなく地もなく、ただ黒々とした雲のようなものが空中を漂っているだけでした。神の巨人グミヤーは思いました。そうだ、天と地を作ろう。それから人間も。何かいいものはないかな。ちょうどその頃、大きなサのような獣と大きなウミガメが現れて、空中をふわりふわりと遊び回りました。それを見たグミヤーは早速サの皮で天を作り、肉で地を作りました。それから骨で岩や石を、地で水を、毛で木や草花も作りました。そしてサの骨の髄で鳥や獣や虫や魚などを作り、最後に脳みそで人間を作り上げたのです。天はふわりと空中に浮かびました。でも支えるものがありません。地は下側が空っぽでぐらぐらしています。柱を立てよう。グミヤーはサの4本の足を柱にして東西南北の隅に立てました。地面の下は大きなウミガメが支えました。こうして天はしっかりと空に止まり、地は丈夫に固まりました。さあ、これで出来上がり。グミヤーの作った天地です。空では小鳥がさえずり、水の中では魚が泳ぎ、人々はのどかに楽しげに暮らしています。グミヤーは満足しました。ところが、このグミヤーの作った天地を宇宙の果てから妬ましそうに見ている者がいました。太陽の9人姉妹と月の10人兄弟です。よし、めちゃめちゃにぶち壊してやろうと太陽と月が一斉に押しかけてきました。9つの太陽とギラギラ輝く10の月とが揃って燃えるような光を浴びせかけてきました。地上のあらゆるものをすっかり焼き滅ぼそうとしたのです。地面はカラカラに干上がり、草も木も花も枯れてしまいました。それどころか石や岩さえもぐにゃぐにゃになったほどでした。怒ったグミヤーは大きな弓矢を取ると、一番高い山へ登っていきました。巨人グミヤーの踏みしめる石は焼かれた鉄のようでした。渡る川は煮えたげるお湯のよう、汗は雨のように流れ落ちます。それでもグミヤーはじっと歯を食いしばって、とうとう一番高い山のてっぺんに這い登りました。太陽と月たちは得意になって地上の者たちに向かってギラギラ燃える光を投げつけています。てっぺんに立ったグミヤーはすぐさま弓矢を構えました。そして9つの太陽のうち激しく火花を散らして転げ回っているやつに狙いを定めると、力いっぱい弓矢を引き絞りひょーっと放ちました。矢は見事に太陽に命中し、太陽は火花を散らしながら山にぶつかり、谷底へ転がり落ちていきました。残った8つの太陽と10の月は一斉にグミヤーめがけて鋭い光を浴びせ、
焼き殺そうとしました。グミヤは続けざまに弓に矢をつかえてビュッビュッと天に向かって放ちました。その度に天地を轟かす音と一緒に太陽や月が一つまた一つと落ちてきました。こうして空にはたった一つの太陽とたった一つの月が残りました。二人は兄弟たちが皆射落とされてしまったのを見ると急に怖くなって逃げ出しました。ところが太陽も月もいなくなると世界は真っ暗になり急に寒くなりました。川の水は流れず木の梢はそよとも揺れず人々も外の仕事ができません。この真っ暗な寒い毎日をどう過ごしたらよかろう。やっぱり太陽と月を探し出してこの天地を照らしてもらうほかあるまいとグミヤーは思いました。グミヤーはツバメを呼ぶと言いつけました。太陽と月の隠れ家を探してまいれ。幾日か経つとツバメが戻ってきて言いました。ずっと東の方の天と地の果ての果てに大きな岩の洞穴があります。そこに太陽と月が隠れております。グミヤーは早速地上のあらゆる鳥や獣たちを集めて太陽と月を迎えに行かせました。ツバメが道案内です。続くのは辺りを照らす蛍たち。声の美しい音鳥が空を行く者の先頭になりました。勇敢で力持ちのイノシシが地上を行く者の先頭です。グミヤーはみんなと一緒に行きませんでした。太陽と月がグミヤーを怖がっていましたから。その頃太陽と月は天地の果ての岩の洞穴に隠れてビクビクして暮らしていました。もしグミヤーに見つかりでもしたらと思うと怖くて怖くて抱き合って泣いていました。不意に外からガヤガヤと何か聞こえてきました。二人は洞穴の隅に縮こまって息もつけないありさまでした。太陽と月を迎える動物たちが洞穴の入り口にやってきたのです。鳥や獣たちは大声で太陽と月に呼びかけました。けれども洞穴の中はひっそりとして何の返事もありません。みんなはますます大騒ぎで呼び出そうとしました。その時音鳥がみんなを鎮めてから優しく心を込めて歌いました。明るいお日さん、きれいなお月さん、さあさあ早く出てらっしゃい。どうかこの世を照らしておくれ。それを聞くと太陽と月もいくらかほっとして返事をしました。このまま飢え死にしようともグミヤーに打たれるよりはまし。たとえ二人が出て行ったとて弓矢の的にされるだけ。みんなは一斉に歌いました。二人を迎えに来たことはグミヤー様のお言いつけ。昼と夜とに一人ずつ空を照らしてくれるなら二度と弓矢は向けません。太陽と月は相談しました。私、夜は怖いから嫌と臆病な太陽が言いました。月は男らしく夜を引き受けました。これでいよいよ太陽と月が
洞穴から出てくることになりました。ところが大きな岩が出口を塞ぎ、出ることができません。みんなは力を合わせて、それ、うんこらしょ、と岩を押したり、引っ張ったりしました。けれども岩はびくともしません。するとイノシシが大きな耳を動かしながら言いました。みんなどいてくれ。わしが一丁やってみせるぜ。イノシシはずっと離れたところからものすごい勢いで走ってきて、ドカーンと岩に体当たり。さすがの岩も真っ二つに割れて、そこから太陽と月が出てきました。こうして太陽と月が戻ると、昼と夜の区別もできました。太陽が静かに昇り、山々を照らし出すと、獣たちは喜んで駆け回り、森や林を照らすと、鳥たちは歌を歌い出します。太陽が人々を照らせば、男たちは隙の手入れに取り掛かり、女たちは糸紡ぎを始めます。若者は畑に出かけ、娘たちは山へ草刈りに急ぎます。夜になるとゆっくりと月が昇ります。穏やかな月の光が人々に注ぐと、年寄りは機嫌よく昔話を語り、若者たちは笛を吹き合い、踊りを踊ります。こうして巨人グミヤーの作った天地には喜びと希望があふれてきました。グミヤーはこのかわいい天地がいつまでも栄えるようにと、今でもどこかでじっと見守っているのです。おしまい。